ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの青黒リアニメイトを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、様々な強化パーツを得て、競技レベルまで仕上がったアーキタイプですね。今回は MO リーグで5-0していたものを参考に作ってみました。最大の強化パーツは、アゲシオキオラで、サマナ3-2を出しながら2枚ルーティングすることができ、さらにスレッショルドを達成すると88トークンを出せるということで、デッキにかなりマッチした1枚になっていますね。3-2を出しながらの2枚ルーティングは、デッキの安定感もかなり上げてくれるので、リアニデッキに関わらず、他の青系デッキでも採用される可能性のあるカードかなと思います。同じく3マナ域の深淵の収穫者も強力な1枚で、そのターンに墓地に置かれた生物のトークンを生成することができ、自分の墓地の生物のコピーを作れるだけではなく、相手の生物を除去ってそのままコピーも作れたりもするので、先に出しておくとかなり厄介な生物になっていますね。また4マナリアニメイトのゾンビ化が再録されており、黒単体でも無条件で4マナで釣り上げることができるようになっています。こうしたデッキは墓地対策に弱そうに見えるのですが、不造な別室でのデーモンビートプランもあるので、仮にメインから墓地対策がされていたとしても、そこまで苦にならないというのがこのデッキの強みですね。7000ほど回してみたのですが、しっかりと合認することができましたので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。初動が3ターン目なので、ちょっと微妙なハンドではありますが、キープしてみましょう。先手ということで、2ターン目に2マナ以下の、スペルを引けるといいかなという感じですね。さあ、相手は山からケラン。これは赤タンなのかどうか。ただ、ベイルマークが引けたのはいいですね。2ターン目の行動がしっかりとできていくと。福音者。もらっていきますか。現状見えているのは、キオーラを出して、で、フラットビットから、88トークンを出していけるかどうかという感じですね。さあ、相手、グルールですね。さあ、まずは2点を入れられていく。一旦キオーラ出していきましょう。次のターンちょっとね、3点は入れられてはしまうとは思うんですが。はい、4マナ目も引いていく。さすがに別室かな。いや、どうだろう。結構これ難しいですね。別室があるとね、原因ができる可能性もあるんで、っていう感じなんですけど、ただデーモンを出す頃にはちょっと遅すぎるかなという感じではあるんで、ということでこれはもう、そのまま受けていきましょう。3、4で、もう1枚スペルがあるかどうか。巨大な怒りがちょっと嫌ですが、持ってそうな感じ。はい。さあ、これで、残り9点まで。ちょっと、ガンガン攻められてはいるんですが、福音者出して、さらに1枚墓地に送りながら、除去も使って、スレッショルドを達成していきましょう。これによってキオーラから、88トークンを出すことができますね。ただ、3ターン目まで完全にマグロだったということで、あと耐えれるかどうかですね。相手はおそらく稲妻波も入っていると思われるので、正直バーンスペルだけで、あと削り切られる可能性は全然ありますね。はい、稲妻波。88が立ってるんで、相手殴れないんですけど、稲妻波2連打、残り2点。これはちょっとね、さすがに厳しいか。1枚でも火力を引かれたら負け。で、雇われ詰めでも負けの状況ということで。ザルガボスをこのターンにリアにできたらワンチャンっていう感じなんですが、さあ、情報では見つからず。これはもう割り切って、攻めていくしかないですね。相手が、何かを引く前にワンチャン勝てればという感じのムーブをしていきましょう。さあ、ガンマから、さらに22を出していく流れ。キオーラとね、ガンマが、噛み合ってないように見えて、普通にどっちもね、使っていけるんで。さあ、戦慄4時から、クリーチャーを出していく。さあ、相手が火力を持っていなければいいんですが、これは負け確ですね。爪が殴ったらもう2点飛んでくるんで。結構、惜しかったですね。2戦目、頑張っていきましょう。
さあ、相手アグロということで、ドレッドは入れていって、で、全体マイナスにはね、ちょっと効きづらいので、軽量除去を増やしていく形でいいかなと。で、赤タンとかグルール相手に不浄な別室プランはちょっと遅すぎるので、抜いていきますか。あとはフラットピットを1枚抜いていく感じでいいかなと。さあ、1本目を開けて2試合目。かなり微妙ですね。これはさすがにマリガンか。はい、こっちの方が全然いいですね。土地にキープでいきますかね。情報ランドもね、欲しかったりするんですが、ただ一旦目切り崩しも構えたいので、ここはもう情報ランドをボトムに送っていきましょう。一応福音社でね、ルーティングができるので、全然土地は送っても大丈夫かなと。さあ、一旦目相手止まってきてるので、1マナ2点火力を持ってるのは確定ですね。まずは福音社から入っていきましょう。さあ、場に出た時に1枚ルーティング。例によってワルガボスを墓地に落として、で、4ターン目にね、ゾンビ化を引けると、だいぶ強いのですが、果たして引けるかどうか。さあ、相手は目立ちたがりを計画していく。切り崩し対策ですね。さあ、ただこちらドローが土地ということで、このターンは除去を構えていく形になりますね。さあ、3マナ目から、目立ちたがり出してくる。相手がここで、スペルを2枚重ねしてくるかどうかですね。こっちから動くと不利になるので、1点だったら通していきましょう。はい。で、終了ステップに除去を打っていくという形ですね。この場合だと切り崩しを使っていいかなと。ということで、切り崩しを目立ちたがりに打っていく。相手が、ジャビのベールとかで持ってた場合は、全然使わせていいんですが、さあ、ここ、そのまま通っていく。ただ、スペルを持っているのは確定ですね。さあ、ここさらに除去を引いていく。構えていきましょう。このターンね、ゾンビ化が引けると一番良かったんですが、さすがにそこまでは引かずと。さあ、ドルイドから土地と、2点火力ですね。仮にこれ相手殴ってくるのであれば、普通に、ブロックして、で、火力を打ってきたところに、除去を打っていくという形でいいかなと。まずはドルイドを出して。相手もね、アドバンテージは全部取っていきたいという形ではあると思うので、さあ殴ってきて1点は入っていきますが、これはブロックしていきましょう。で、多分火力を打ってくるはず。火力を打ってくるのであれば、靴ある選定を使っていくと。さあ、ジャビのベールがあった場合だけかな。さあ、ここはそのまま追放されていく。2点入っていくだけですね。さあ、そのまま、弾をもらっていく。ここも除去。除去を引けてるのは全然悪くない。新環境入った直後ということで、新カードをね、バンバン見せていきたいんですが、アグロ相手はね、しっかりと対処するのが大事ということで、さあ、稲妻派。これ強いですよね、本当に。1マナ3点。で、ドルイドもでかくなっていく。さあ、ブロックはしないですが、ダメージ解決前で、のど首を打っていきましょう。はい。これもそのまま通っていく。ジャビは正直持ってなさそうですね。そしてゾンビか。はい。これは、バルガボスをリアにしていきましょう。さあ、サイロクカードゾンビ化からのバルガボスを出していく。で、こうなると、一番負け筋になるのが、宿敵ですね。宿敵から、ライフゲインできなくされると、ちょっとね、きつくなってくるんで。さあ、そして宿敵出てくる。ただ相手が火力を持っているかどうか次第ですね。これブロックはしないです。さあ、残り12点。ここで火力があるかどうか。ただここで投了。火力持ってなかったですね。さあ、1勝1敗で3試合目。
これは、まあ、キープしていきますか。7組に連打からの、まあ、キオラでルーティングして、まあ、リアニか、ボツコヤスを探していくという形にしていきそうですね。さあ、相手は、雇われ詰めから、まあ、2点だけなのか、もしくは、はい、育てていく。まあ、そういう時、動きとしてはそんなに強くないですね。まあ、そのまま除去っていきましょう。まあ、相手のターンにね、除去ってもいいんですけど、ザビのベールとかで、かわされるのが一番しんどいということで、さあ、ただここで叫ぶ宿敵が出てくる。まあ、これは先に、除去を使っていきましょう。まあ、ゲインできなくされるのが一番きついということで、火力を構えられる前に、打っていくのがいいですね。さあ、相手、そしてここでクリーチャーがもう、止まっていきますね。ということで、キオーラで、まあ、土地を探しながら、バルガボスを没入としていきましょう。はい。バルガボスと、まあ、島でいいかな。チョウホランド置きたいので、このターン。まあ、ベイルマークは、素出しできなくてもいいので、さあ、ショックを打ってくる。先に打ってくるんだな。これも、墓地が5枚。5枚であれば、まあ、ガンマを出したいので、墓地に落としていきますか。うん。さあ、さらに火力がありそう。ショックプレイヤー。はい。さあ、残り12点は相手結構遠そうですが、ミスラランドで殴ってくる。うん。いいですね。さあ、ガンマから切り崩しを構えながら、そのまま、ターンを渡していけるという状況ですね。まあ、このデッキね、本当にリア2とか、ガンマとか、いろんなプランができるのが強みですね。まあ、これはどっちでもいいかな。一応飛行クリーチャーを背に強ししていきましょう。さあ、あとは、まあ、3点火力3連打とかじゃなければという感じですかね。まあ、あとはあれか、5マナあるんで、稲妻の噴出が4点になるんですよね。さあ、ただここでゾンビ化を引いてくる。とりあえずガンマ殴って、ベールマから行きますか。さあ、4枚切削して、バルガボスも落ちていく。これは、キオーラ、まあ、ガンマかキオーラかな。まあ、キオーラでいいか。まあ、序盤にね、その、バルガボス、一回ね、没入落としてるんですけど、ガンマで追放してるため。さあ、残り6点。これ、ちょっと危なくなってきましたね。3点火力2枚で死ぬんで。まあ、こういうデッキ相手はね、本当に、相手のトップ勝負次第ですよね。さあ、ミスラランド起動。これあれかな。巨海の怒りパターンですかね。巨海の怒り使っていくのであれば、そこにスタックで除去を打っていきましょう。はい。さあ、ただ、まだ仕留められないんですよね。フルパンでいいんかな。1体残す？いや、フルパンで良さそうか。ガンマで22出てきて、で、バルガボスも立ってるんで、多分、まあ、火力2連打以外だと大丈夫なはず。さあ、まあ、ただトップされる可能性は全然ありますね。さあ、ガンマから。どうでしょう。完全に相手のトップ次第。目立ちたがりは勝ち角かな。うん。さあ、ということで、フルバンしていきましょう。さすがに何持たれてても大丈夫なはず。はい。さあ、ということで、なんとか、耐えて、勝利ですね。まあ、高速アグロ相手も、なんとかね、こんな感じで戦っていけますね。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。まあ、キープしていきましょう。リアに手段はまだないですが、まあ、一回ルーティングができて、超ホーランドもあるということで、悪くはないハンドですね。さあ、ということで、まずは超ホーランドから入っていきましょう。ゾンビか。これは、まあ、即決まる可能性ありますね。4ターン目、ワルガボスがもう見えてるので、ただ相手ゴルガリ。まあ、ハンデスがなければ、という感じですね。まずは、はい。
バルガボスを、落としていきましょう。まあ、ただコウモリが来たとしても大丈夫ですね。さあ。まあ一番嫌なパターンとしては、福音者除去られて、はい。で、クリーチャーがいないところにリリアナですね。それだけが嫌かな。まあバルガボス、布告除去だけにはね、弱いので、さあ、ここは、ドローからの情報ランド。いや、これね、リリアナ怖いですけど、まあ行きますか。さあ、バルガボスを積み上げていく。まあ逆に言えば、リリアナだけですからね。まあ、セオリデッテの直令とかは、最近はもう全然採用されてないんで。さあ、ここはコケモリを出してくる。直令はさすがにないよね。さあ、もう一回コケモリ。うん。お、ベールマーク来ましたね。ベールマークが来たことによって、バルガボスが、まあ除去られなくなった形ですね。布告除去が、効かない状況になったと。さあ、さらに、はい、福音者を回収していく。さあ、これで、まあ盤面的には結構こちらが有利な状況ですね。さあ、森を行って、何か対処手段があるのかどうか。別室。うん。これでパーマネント3つになったので、バルガボスも除去れるようになりましたね。ただ殴ってくる。これなんだ？まあ、のど首やったらどっちにしろ除去られるので、まあ、ベールマークブロックは、あれですね、まあ、黒毒目とか考えると、ちょっとしたくないかな。まあ、ただ普通に、のど首っぽいですね、これは。うん。まあまあまあ、これは仕方ないですね。ブロックしていても、どっちにしろスタックで除去られるので。さて、ガンマ引く。出せるけど、まあ、どっちにするかですね。ガンマ出して展開するか、まあ、もしくはミスラランドで殴っても、9点入れていくか。残り2点になりますからね。うん。まあ、ミスラランドいきますか。さあ、9点入れて、で、さらに、ベールマークで、まあ、クリーチャーを回収できますね。まあ、福音者もらっていきましょう。さあ、残り2点まで。で、さらにのど首も、持っている状況ということで、次のターンミスラランドプラスのど首という動きがね、できますね。はい、ここで投了と。GG。さあ、相手ゴルガリということで、まあ、サイド後の墓地対策、リリアナ、布告除去、そこら辺抜いていきたいということで、脅迫と、で、まあ、コケモリ対策で墓地対策ですね。まあ、切り崩しいらなくて、フラットビット1枚抜いていきますか。さあ、土地1はまあ即マリガンですね。はい。これちょっと弱いですけど、まあ、キープしていきますか。ガンマはちょっと見えないので、ボトムに送っていきましょう。2マナ以下のカードが欲しいですね。のど首。まあ悪くはない。まあこれで2ターン目構えられて、まあ3マナのクリーチャーとかを除けれたらという感じですね。最低コケモリのドローから入ってくる。このターングリッサとか出してくれるとめちゃくちゃありがたいですが、どうでしょう。まずは、はい、ミスラランドからのコケモリ。うん。まあこれは除去らないですね。さあ、ということで、まあ収穫者からですね、これは。まあ次のターンルーティングカードを引けたら、まあそのままリアにできる可能性があるということで、先置きしておきたいかなと。まあただ収穫者ね、2点火力でも死にますし、切り崩しも当たってしまうのが、ちょっとね、まあ守りが弱いっていうのはありますね。せめてね、タフネスが3あれば、だいぶ強いんですけど。さあ3点入って残り17点。からのコケモリで、まずはドローしていく。土地を探しに行った形ですかね。さあ土地があるのかどうか。おっと、ただ、墓地対策が来ましたね。であれば、まあ、不浄な別室からのデーモンプランですね、これは。さあ、収穫者はもう殴っていきましょう。で、別室も、まあ、置いていって OK ですね。
収穫者ね、これ、デーモンなんで、2点ドレインも発生しますね。さあ、ワンドローから、2点ドレイン。バルガボスか。うん。まあ、バルガボスは、ルーティングで何かに変えていきたいですね。さあ、沼から、殴ってくる。うん。まあ、コケモリ出てきますからね。さあ、脅迫。まあ、のど首が抜かれていきますね。のど首抜かれると、まあ、相手のクリーチャーを対象、そっちゾンビ化を抜いていく。ゾンビ化抜いていくっていうことは、掃除機を6マナ起動したいという感じですかね。さあ、そして、ラリコッパイも使われていく。こうなるとちょっとめんどくさいですね。うん。まあ、メシラランドを起動して殴っていきましょう。まあ、掃除機があるんで、相手対象でいいかな。まあ、ただあれなんですよね。これで、クリーチャーがね、2枚以上とか落ちたら、相手も掃除機を起動できないということで。さあ、7点受けていく。残り6点まで。で、一応こっちの、墓地も追放していくと。うん。まあ、ライフこそ詰めてはいるんですけど、ちょっとね、ここからしんどいかもしれないですね。まあ、除去はあるんですが、ただこっちもこれ動けないんで、なんともですね。さあ、コケモリ3連打。まあ、3点は入っていきますが、殴らない。なるほど。さらに土地。うん。まあ、ソーホランドを置いていきましょう。いいですね。ただ相手解体爆破場があるんで、まあでもあれか、解体爆破場は、ライブラリシャッフルしなくてもいいから、まあ大丈夫か。さあ、そのままターンを渡してくる。うん。まあただあれですね、さっきみたいに、ラリコッパイをね、持ってる可能性があるんで、デーモンから出していきましょう。デーモンから出していくと、まあラリコッパイをされても、66飛行がね、残っていくので。さあ、ラリコッパイ持っている。うん。まあ、プラスで除去を持っているかどうか。まあ、というか、持ってないとラリコッパイはデーモンに使ってくるので、まあ、除去も持っているのでしょう。さあ、そして解体爆発を使ってくる。うん。まあ、これ一応ね、黒マナ出しておきましょう。さあ、沼を持ってきて。うん。まあ、66が除去られたとして、今7マナか。まあ、もうすぐバルガボスも、そのままね、巣立ちすることができますね。さあ、ただここで火だぜ。4点ゲインで、耐えることができますね。耐えることはできるけど、いや、どうなんだろうな。まあ、結局これだとワンパン通って、まあ、残りライフが4点になっていきますね。さらにラノエル。うん。まあ、最後の1枚がね、おそらく除去なんで、まあ、何かもう1枚引いていく必要がありますね。さあ、そのままターンをもらっていきましょう。ベイルマーク。まあ、悪くはないですね。さあ、まずは6点を入れて、残り4点まで削っていく。で、ベイルマークは5マナで、まあ、そのまま出していきましょう。で、一応収穫者がいるんで、さあ、ただ、清らか。うん。まあ、のど首を、構えていく形になりますね。さあ、で、このターンに66が除去られて、なんともですね、なんかこれ、バルガボス素出しして勝つ気がする。別室出す。これ相手別室で死ぬ可能性ありますね。2点2点食らっていくんで、デーモンはもう除去っていきましょう。さあ、2点食らって残り2点まで。ただここで投了。GG。さあ、1本目勝って2試合目。うん。まあ、これはキープしていきましょう。切り崩ししっかりやって、まあ、福音社から、まあ、3、4、5と、動きがある。いいハンドですね。ただ安らかなる眠り2ターン目に貼られてしまう。これね、もう、別プランで行くんで、福音社出さずに、まあ、除去を構えていきましょう。はい。さあ、怪力予備から、まあ、これはもう、切り崩しで除去っていきましょう。
で、不浄な別室から入っていっても OK ですね。エンチャント対策を相手が入れてるかどうかですが、さあ、とりあえずこのターンはなさそう。まあ、墓地対策されてもね、全然勝てるデッキなんで、なんとかなるでしょう。まあ、ただ、バルガボスはもう、全然ね、使えないカードですね。さあ、一旦、補充兵を除去っていく。まあ、切り崩しはこれはもうどっちにしろね、効かないんで、はい、のど首はもらっていきましょう。さて、うさぎからのイーオス。強いですね。まあ、ただ正直、デーモンさえね、出せれば、全然、相手が除去を持っていない限り、こっちがね、有利になっていくと思うんで、はい、これで相手除去を持ってないのが確定ですね。さて、ということで、このターンは、デーモン出していきますか。猜疑室を解放して、66飛行のデーモンが出てくる。ワンドローからの2点ドレイン。もうやってることが意味がわかんないですね。さあ、相手、ウサギがどんどんと並んできますが、これは補充兵をブロックしていきましょう。6点到底残り12点まで。まあ、このターンドレッド出すかどうかなんですけど、まあ、正直除去でもいいかなと。まあ、ライフさえね、守ってれば、普通に勝っていけると思うんで、まずは労働除去ってから、で、まあ、いろいろとカードを構えられても嫌なんで、もうどんどんと自分のターンにね、除去っていきましょう。まあ、いい様子のこととかもありますし。さあ、盤面をスッキリさせて、さらにワンドローしてからの2点ドレインを、不浄な別室2枚目、かなりいいですね。これで毎ターン4点ドレインできるようになりますね。さあ、さらに補充兵が出てくる。補充兵かなり強いクリーチャーではあるんですが、また相手も展開力は素晴らしいですね。さあ、土地を引いてくる。まあ、とりあえず殴っていきましょう。6点取って残り10点まで。からの、まあ、一旦ドレッドでいいかな。ブロッカーを出しながら、2点ダメージプラス4点ゲイン。さらに2点ダメージ。はい。これはもうほぼほぼ、積んでる状態ですかね。残り5点。さあ。はい。まあ、さすがに投了ですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。